さんこんにちは。最近、朝起きると腰が痛いメイドのリコです。布団が合っていないんでしょうか。寝返りがしにくいのも原因かしら。この時期、まだ寒かったりもしますから、羽毛布団をまだかけて寝てますからね。早く暖かくなってほしいものです。起きている間は、小説や漫画、アニメを見て気分を上げて温まりましょう。というわけで、気分の温まる作品をご用意いたしました。今回は原作者様から直接レビューを依頼された作品です。タイトルはこちら。アルカディア・ブルースです。作者は夏木誠一様です。こちらは小説家になろうで連載されている作品になります。作者様のツイッターと作品は概要欄に載せておきます。この作品の魅力を作者様に聞いたところ、種族を3つに分けた理由やアバロンに掘られた竜の謎について考えてほしいです。ということです。皆さんもそこの部分について考えながら読んでみると、より一層楽しめるかもしれませんね。それでは、一般メイドが読んでみた感想を言っていこうと思います。これより、ネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてください。いいですね。始めますよ。それでは、アルカディア・ブルースのあらすじはこちらです。この世界は3つの大陸に分かれており、人間、魔族、精霊の3種族がそれぞれ生活しています。ある日、主人公、ゼフスが所属する傭兵団に依頼が来ました。原式という魔法を放てる武器を何度も強奪している山賊を討伐してほしいとのこと。団長と隊長2人、ゼフスの少数精鋭で討伐しに行きました。そこで、山賊に魔道具で洗脳された赤髪の少女を救うことができましたが、少女は人間と精霊の根血であり、迫害の対象、殺さなければならない。と隊長たちは言うが、団長とゼフスはこの考えに反対であり、団長は立場もあるということで、ゼフスを逃亡犯に仕立て、2人を逃しました。ここから、ゼフスと根血の少女、イルナシアの2人の冒険、逃亡劇が始まります。という感じです。世界観は面白そうですね。3つの種族なのか、人間だけがそうなのかは分かりませんが、結構仲が悪い感じです。他種族同士、手に手を取って共存、共栄する気は皆無な人間側のトップが何を考えてるんだって感じで気になります。根血というだけで意味嫌われ、殺されてしまうっていうのは相当なことですよ。純血至上主義の思想が一般人にも行き届くほどに教育がしっかりしています。しかし、他種族だからといって、犬猿や抵抗がないところに少し疑問を持ってしまいました。根血が意味嫌われるのは、宗教上そうなんですね、と納得できます。だったら、他種族との交流もそんなにしなくなると思うんですよ。根血が意味嫌われるということは、そうなる可能性を極力減らす行動をすると思うので、他種族に対して抵抗感や危機感っていうのがなければ、お互いに好きになって付き合いだして子供が生まれる可能性だってありますよね。しかし冒頭の隊長たちの話し方からすると危機感はないんですよね、他種族に対して。でもその隊長ですら根血にだけは非常に危機感というか嫌悪感を示すんですよ。なんでなのって引っかかってしまいました。これはあくまで私の感想なので、一般の他の人はどうなのかっていうのは分かりませんよ。それを踏まえて、私だったら根血が意味嫌われる存在であると教育されていたら、他種族に対して遠慮というか近寄らないでおこうって思ってしまいます。もし仲良くなった他種族が私のことを好きになったら嫌じゃないですか。だって子供生まれたら殺さないといけないわけですから。主人公や団長、この後に出てくる人たちのように思想に染まらないで根血に対して危機感のない人がいるのは良いことですけれどね。しかし、この思想も何かの理由で植え付けられたと考えると興味深い世界ですね。古来より戦争の道具として使われていたようですし、世界観として気になったのはそこぐらいで、結構面白そうな世界だと思いました。あ
とは全体的な文章についてなんですが、ところどころ誤字脱字があるのはしょうがないかなということで言わないことにして、でも一人称が私なのに俺と言っているのは誤字だとしたら本当にいけないと思います。その人物をよく考えもせず適当に書いてるんだろうなーってがっかり落胆失望しちゃいますから、戦闘描写は結構わかりやすくてよかったかなって思いました。キャラそれぞれの思いも伝わってきましたし、ただね、キャラとか物の描写がすごく足りないと思いました。主人公を含め傭兵団の人たちの性別が全く分かりませんでした。喋り方からして大体こうだろうなっていうのはわかるんですけれどね。後々になって彼は彼女はと言っているところから確定はできましたが、でもその文言が出るまでは私がそうなんだろうなぁと思っているだけであって、本当はどうなのかっていうのはわからないわけじゃないですか。折れっ子の可能性だってありますしね。叙述トリックとして書かないと言うんでしたらわかるんですよ。でもそんなところでトリック使う必要ありますか？私の頭の中では終始真っ白な棒人間がかっこよく動いているイメージしか湧きませんでした。その戦闘時で使っていた原式という武器、どんな素材でどんな形で作られどれくらいの大きさをしていたのかすごい気になります。他にも最新型の原式っていうのをもらったんですけど、その時の描写がアタッチケースを開くで終わってるんですよ。アタッチケースを開けたら中にはどんな形状のものが入っていたというところまで書くものではないでしょうか。漫画化した時、漫画家さんはすごい苦労しそうだなって思いました。そして根血の少女ディルナシアについて、赤い色だったり赤銅色の髪だったり黄金色だったり黄色だったりする瞳、何が正しいんでしょうね。見る角度だったり時間帯だったり気分だったりで髪色が変わるっていう体質を表現したかったのかしら。であったのならごめんなさい、私の理解不足ですという感じで私は思いました。気にならない人には気にならない問題ばかりではないかと思います。私は字の文を読む方が好きなんですよ。キャラはこういう姿でこういう行動をしてこういう風に思っているというのを字の文を読みつつ想像してアニメーション化しながら読むっていう読み方をしているんです。ですのでできる限り情報が欲しいんです。そういう読み方をしてない人にしたら面白い作品ですよ。これはサクサクと読み進んでいけるし、バトルも結構面白いですし、物語も続きを読みたくなる感じですし、3つの種族をこんなに分断しているのはどうして？今後仲良く共栄の道を進んでいけるのか？団長、隊長に混じって行動できる主人公の正体とは？とか気になる作品です。私としてはもっと描写をしてほしいなとは思います。山賊の頭を討伐するシーン、主人公の強さを見せつけてディルナシアを安心させ信頼を得るとっても良いシーンだったんです。バトルシーンだったり仲間としてディルナシアを守るよというかっこいい主人公が見れてすごく良かったです。しかし山賊の頭が登場するシーンを読むと1人しかいないように思うんですよね。でも戦いが終わってみるとなぜか部下が周りにいて逃げていくんですよ。部下は一体どこにいたのって疑問に思ったところです。どこにもいなかったじゃんっていう。その部下たちを逃したせいでこの2人の情報が拡散されてしまい、次の国では行動しづらくなってしまいましたし、せっかくの良いシーンだったのでほんの少し書き加えて文句のつけようのない素晴らしいシーンにしちゃいましょう。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたらコメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回レビューしたい作品がありましたらお会いいたしましょう。